はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと変わったデザインチュートリアルをやっていきます。皆さんね、この iPad の壁紙、何に設定されてますか？私、最近この iPad の壁紙をコロコロ変えるのが結構楽しくて、毎日ね、違うやつに変えてるんですけど、デフォルトのやつも結構いろいろあるんですけど、ちょっと最近それじゃあですね、物足りなくなっちゃって、自分でiPad の壁紙を作ってるんですね。で、今日はこのなんかいい感じの壁紙の作り方を紹介していきます。で、自分でね、こうやってカスタマイズして作ってあげるとすごいね、iPad に愛着が湧くので、ぜひね、皆さん作ってみてください。で、ちょっと最初ですね、壁紙の設定の仕方だけ、知ってる人もいると思うんですけど、ちょっと説明していきます。設定のアプリをまず開いてもらって、この中に壁紙っていう項目があるんですね。これを開きます。で、この左側、黒いのがこのロック画面です。ロックしてる時の画面。で、右側がホーム画面ですね。さっき映してたやつです。で、これ選ぶときは上の壁紙を選択っていうところを押すと、デフォルトで入ってるやつだったりとか自分のやつも選べたりするんですけど、まずちょっとデフォルトのやつ見てみますね。こんな感じですね。よくある。こういうのね、CM でよく見ますよね。で、こんなんとか、あとはね、私が好きなのはこれ。結構これがお気に入りでよく使ってます。で、あとはブルーとかもありますね。これとかどうやって作ったんでしょうね。で、どんどん下行くとなんかすごい虹色のデザインとかもありますね。正直ちょっとこの辺好きじゃないんですけど、この一番下のやつ、これ好きですね。この青と赤のマーブルのやつ、綺麗ですね。で、画面設定するときはこの下にロック画面に設定とかホーム画面に設定っていうのがあるので、ここから押したら設定できます。で、こういうね、ちょっとエキゾチックな感じのもありますね。で、今回はちょっとこれっぽい感じのデザインを目指して作っていきたいと思います。で、使うアプリなんですけど、使うアプリはプロクリエイトを使っていきます。皆さんおなじみのやつですね。で、これを使ったら本当にすぐにできるので、始めていくんですけど、まずね、この画面サイズっていうのを決めてあげなきゃいけないんですよ。で、右のプラスボタンから設定できるんですけど、この皆さんが持っている iPad の画面のサイズ、一体何なんだろうっていうのをちょっとね、調べて、そこから始めていきたいので、それをね、教えてくれるサイトがあるんですよ。サファリ開きますね。で、サファリ開いて、これ見つけたんですけど、歴代の iPad の実寸の画面サイズを並べて比較っていうサイトがあって、これ名前は、YourPhones かな？ YourPhones だと思います。ちょっと概要欄の方にリンク載っけておくのでまた飛んでください。でね、このサイトを見てください。こうやって iPad の画像がいっぱい貼り付けてあって動かせるんですけど、この歴代の iPad のサイズを比較しながら一覧で見れるっていう面白いサイトですね。すごい素晴らしいサイトです。ぜひ見てみてください。で、これ一個一個その iPad の詳細っていうのが見れるんですね。あれ、ちょっとズームができないですね。ズームできない、なんでこれ指紋がちょっとダメなのかな。はい、ズームできましたね。ズームしてあげるとこういった感じで、この iPad Air の詳細、サイズ、画面のサイズの詳細とか、あといろいろ他にも出てきますね。で、ここを見てあげるとすぐにわかります。で、iPad だったら1536の2048とかで見れますね。で、これ面白いのが、この iPad mini 拡大して下のところにもっと詳しく見るっていうボタンがあるので、これを押してあげると、この iPad mini のもっと細かい情報、いいところとか悪いところとかが書かれてますね。多分この記事を書いた人が書かれてるんだと思うんですけど、すんごいわかりやすくて、ぜひ見てみてください。かなりいい比較表ですね。この前私が GoodNote 5で書いた比較表とはもう比べ物にならないぐらい素晴らしいサイトなので、ぜひね、概要欄の方に載っけておきますので見てください。で、今回は私の iPad Pro 11インチの画面の大きさで作っていくので、11インチの画面の大きさは
1668×2388 ですね。これをプロクリエイトに入力していきます。で、プロクリエイト画面分割スプリットビューで右側に立ち上げてあげて、この状態でプラスボタンから、スクリーンサイズじゃないや、画面のサイズを決めていきます。で、カスタムサイズを作成っていうボタン下にあるので、ここを、左の画面見ながら打ってください。で、DPI は300ですね。これ解像度です。で、カラーは、RGB で大丈夫です。で、名前ここから変更できるので、カスタムで作っておいてあげると、後からね、それを同じように繰り返して使えるので、ここは名前ちゃんと入れておいてあげるといいと思います。で、ここから始めていくんですけど、今回はちょっと写真を使っていきます。で、皆さんが持ってる写真でなんか配色がいいなって思う写真を1枚選んでください。今回はね、ちょっとこのヘビの画像をね、ちょっと大胆に使っていきます。で、このヘビの画像をドラッグ&ドロップで、プロクリエイトの方に入れてください。で、サイズ調節ですね。回転させてあげた方がいいかな。こんな感じで。大きさとかサイズとかは後ですごい変わるので適当で大丈夫です。で、画像を入れたら、ちょっとこれね、一回複製して、2枚作っておいてください。一応ね、バックアップのためです。1枚だけでもいいんですけど、複製します。で、上の調整パネルのところから、そこに、歪みという項目があります。これがめっちゃ面白いんですよ。で、そしたら、下にこうやっていろいろツール出てくるので、この中から左から2番目、右回りに渦巻きっていうのを押してください。で、サイズちょっと整えて、一番下のディストーションは今回0でいきます。0ね。で、この状態で画面をね、プッシュ、長押ししていくんですね。で、そうするとね、すごいことが起こります。で、気持ち悪い。気持ち悪いけど、こんな感じで歪んでいくんですよ。ちょっとサイズを大きくして、うわーっと。もう大胆にね、いってください。こんな感じで。で、こうやって、柄をね、作っていくんですよ。で、同じ方向ばっかりだと面白くないので、たまにこうやって左回りに渦巻きっていうのに切り替えてあげて回したりとか、あと一番左のプッシュっていうのはこうやって、なんていうのかな、拡大とか縮小とかができます。位置を調節したりするときに使えます。で、この下のディストーションっていうところは、これ値上げてあげると、こんな感じで、歪みがね、もっと拡散していく感じ。歪みが強くなりますね。で、ディストーションとかも使ってもいいですね。で、色を追加することもできて、例えばこの画面の左下のあたり、もうちょっと暗くしたいんですよね。で、その時は画面の中からスポイトで好きな色を取って、普通のブラシ、何でもいいです。ブラシで塗ってあげる。こんな感じかな。で、緑も入れましょうか。緑もちょっと入れてあげた方がいいかな。で、できたら、この状態でまた歪みをかけていくんですよ。で、サイズは小さくしてディストーションを上げてあげるといいかもしれないですね。で、こんな感じでやると、左下のあたりを暗くして、馴染ませることができます。もうね、最初のヘビなんて影も形もないですよね。ヘビ柄を使うとこういう感じで、なんかエキゾチックな模様になります。で、ここまでで歪みは終了ですね。で、これで完成でもいいんですけど、ちょっとね、ここからぼかしていきます。で、なんでぼかすかっていうと、このホーム画面にあるアイコン、これってすごいくっきりしてるじゃないですか。で、その向こう側にある壁紙っていうのは、ボケてた方が、このアイコンがすごく目立ちやすいんですよね。後ろまでこうくっきりしてるとすごくうるさくなっちゃうというか。なので、後ろはぼかしてあげて、ちょっと奥行きを見せてあげると、なんか 3D な感じがして、すごいおしゃれな、ディスプレイになります。で、ぼかし方なんですけど、調整パネルのところからぼかしガウスっていうのがあるので、これを押して、左右にこうスライドしてあげると、こうだんだんぼけていきますね。
でもめっちゃぼかしてもいいと思います。めっちゃぼかしたかったらすごいぼかしてあげてもいいし、せっかくねこうやって歪ましたので、その歪みの感じが残るぐらい、これぐらいかな、これぐらいでやっていきますね。でもしですねちょっと画像を暗くしたいとか明るくしたいっていう時は、この中から色相サイド明るさっていうのがあるので、これを押して一番下のバーを低くすると明るくなるし、暗くなりますね。で真ん中はサイドですね。で一番上、色相っていうのもあります。これね色相を変えるともう全然色変わっていきます。なので緑でやっても後から赤にしたいなって思ったら赤にも全然できます。であとはカーブっていうのもあります。カーブでも明るさ、をコントロールしてあげることができます。でデザインができたら書き出していきます。書き出し項目から JPEG で書き出してあげて、画像保存です。でそしたら設定のアプリに戻っていきましょう。設定のアプリに行って壁紙に進んで、壁紙を選択でカメラロールに入っているさっきの画像っていうのを選んであげる。こんな感じかな。でホーム画面に設定っていうのが下にボタンあるのでこれを押します。でもう完了です。こんな感じね、いい感じでしょかなり緑がすごいですね。でもボケてた方がやっぱいいですね。アイコンがしっかり見えて壁紙っぽい感じになってると思います。で次いきますね。次はねちょっと、夏っぽいカラフルな感じ、こういう女性らしい、壁紙を作っていきます。でこの配色がねすごい綺麗なんでこれを使います。で、コツは画像自体は本当に何でもいいんで配色を見てください。画像はね歪ましちゃうから何でもいいんですよ。ただその色のね組み合わせみたいなのがこれいいなっていうのを選んであげるといいと思います。でさっきと同じように歪みからいくんですけど、他にもいろいろ歪ませの項目があって、例えばこのピンチは押さえておくとこの押さえてるところがキューッとちっちゃくなっていく。で逆に展開を押すと大きくなっていく。こんな感じですね。であとですねこの右下のモーメンタムっていうのがあって、これは、数字を上げてあげて画面をグッて押して手を離すと、しばらく動くみたいなやつですね。一回0で書いてみますね。0でやって離すと何も動かないけど、例えばこれマックスにしてあげてやるとキューって手を離してもしばらく動きます。これなんていうのかな、残像じゃないな、遊びですね。この車でいう遊びみたいなのがモーメンタムの設定です。でこっからですねどんどん大胆に動かしていきます。でこれねやってみるとわかるんですけどめっちゃ楽しいんですよ。なんかね癖になるというか、でなんかねいい感じにうまくできないんですよ。思った通りに動いてくれなくって、それもなんかまた楽しいというか。でもうまくいったらそれはね他の人には絶対に作れない世界で一つだけの壁紙になるからすごい最高じゃないですか。自分にしか作れない壁紙が作れます。うまくいったらねめっちゃテンション上がるのでぜひねいいのを追求して作ってみてください。でこの画像に関してはプラスでちょっとね加工を加えていこうと思います。ブラシで色を上から重ねていくんですけど、その時に使うブラシがスプレーのボックスの中にあるフリックっていうブラシ、これを使っていきます。でこんな感じで適当にわーってやるだけ。ちょっと小さめの方がいいかな。これくらいでスプラッシュみたいな感じで上からかぶせてあげる。で、レイヤーのブレンドモードをこの中から追加っていうのがあるので追加にしてください。追加にするとちょっとピカッと光ったような
表現になります。でこんな感じで完成なので、設定のアプリ行って、画面を設定してあげる。ホーム画面に設定ですね。そしたらこんな感じになります。で、トロピカルな感じになりましたね、かなり。やっぱりね、ちょっとこういうブラシのフリッターが入ってるだけでもう印象変わるので、ブラシも活用してください。でもしですね、なんかいい画像が見つからないとか、あといい配色の画像がないっていう時は、自分でブラシでキャンバスに適当に色を塗って、それを歪ましてあげる。それだけでも十分なんかいい感じの壁紙は作れます。で、最後行きましょうか。最後はね、ちょっと大胆にやっていきますね。このお兄さんのね、写真を歪ましていきます。で、画像整えたら、歪みからいきますね。素晴らしいカラー配色をありがとうございます、お兄さん。すいません、失礼させていただきます。えい。で、この画像なんですけど、最初のデフォルトで紹介した壁紙、これっぽい感じに仕上げていきたいんですよね。結構ね、これ細かいディテールがあって、それを表現していきたいんですけど、その時ちょっとどうするかっていうと、この歪みの設定の中にクリスタルっていう項目があります。で、このクリスタルを選択した状態で、画面をこうやってなぞっていくと、細かいディテールがこう浮き立ってくるんですよ。このクリスタルっていうか、ピカピカしたバキバキした表現が浮き立ってくるんですよ。ちょっとなんかデフォルトのやつと似てるでしょ。で、これでなぞってあげる。この波打ってるところをなぞってあげると、なんかね、よりちょっとこだわりのある壁紙になるかなと思います。で、最後はこのフリックで白いこのなんていうかな、絵の具が飛び散ったような表現をしてあげる。で、ブレンドモードはスクリーンが一番いいと思います。スクリーンにしてください。で、こんな感じで完成ですね。で、書き出していきます。で、こんな感じですね。どうですかね。結構彩度高めのバキバキですね。もうちょっとぼかし入れてもよかったかもしれないですね。でもね、一日一日気分に応じて好きな壁紙に変えていけばいいと思います。はい、ということでですね、今日は以上にしたいと思うんですけど、やっぱりね、皆さんの iPad をこうやってなんか毎日着せ替えしてあげるような感覚で、壁紙を変えてあげると、
やっぱりもっとね、iPad のこと大好きになって毎日使うようになるので、ぜひね、やってあげてください。愛してあげてください、皆さんの iPad を。はい。ということで、今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。